どうも、ゴリオコーヒーです。今回の動画は2022年11月の収支報告ということでやっていきたいと思います。まずはいつも通り数字から、売上が64万5892円、雑収入はなしです。前年比が 52.7%、これは前年が雑収入、補助金ですね、入ってます。で、仕入れが18万1677円。原価率が 28.1%。経費が20万7519円。営業利益が25万6696円。営業日数が20日間だったので、1日あたりの売上高が3万2294円という結果になりました。で、11月はですね、4年ぶりに栃木市は秋祭りが開催されまして、本来は2年に1回なんですけど、コロナの影響で4年ぶりとなりました。で、栃木市では一番大きな街中でのイベントというかお祭りなんで、本当にたくさんの人が来て、訪れて楽しんで行かれました。やっぱ久しぶりなんでね、なんかものすごく人来てたような気がします。で、11月の11、12、13の金土日なんですが、金曜日はちょっと子供出しっていう、子供向けの、地域の子供向けのお祭りの企画なんで、ほとんど集客には影響なかったんですけれども、土日がメインですね。で、うちは何をしてたかというと、お店の外に縁側じゃないや、軒先にテーブルを出しまして、コーヒーの販売をしておりました。で、うちのお店の後ろ側にあるエイトクレインズさんの方でも一緒に場所を提供しまして、チュロスを販売しまして、チュロスがバカ売れでしたね。チュロスずっと売れてましたね。めちゃくちゃ2日で何百本売れたんだっけかな。ちょっと数字忘れちゃいましたけど、5、600本かな ?2 日で売れてたんですよ。で、コーヒーの方もですね、チュロスに引っ張られる形とはちょっとならなかったんですけど、安定して売れまして、土曜日で8万円強、日曜日で12万8000円ぐらい売れておりました。コーヒーだけ、コーヒーとお酒と、あと、そんなもんですね。だから土日、お祭りのメインの日で20万ちょいぐらいの売り上げができたんで、これは非常にでかかったですね。あとは日別の収支はいつも通りブログの方を見ていただければ日別の収支出ておりますが、やっぱちょっとね、お祭り前、実はそんな売れなかったんですよね。なんか全然売れない日もあったりしたんで、お祭り前に消費が抑えられて、で、栃木市に来る人もちょっと減って、お祭りでわーっと来て、で、お祭りをピークにまたあんま売れないみたいな感じの1ヶ月でした。とはいえね、2日で20万も売れると、1日あたりの売上高って3万円ちょいまでやっぱり引っ張り上げられるんで、お祭りありがたいですね。栃木市は毎度言ってますけど、観光地なんですよ。栃木県内のでのその自治体の立ち位置としては、どっちかというと観光地寄りのエリアなんで、日常的にね、やっぱり人が来てくんないと、うちみたいなコーヒー屋さんとかは、ちょっと売り上げ厳しいところがあるんで、このお祭りをきっかけにちょっとまた街を歩く人が増えてくれたら嬉しいなというふうに考えてます。実際、ちょっと観光客戻りつつあるかなっていう気はしているので、それが続けばいいかなというふうに思っております。で、あとは、11月何かあったかっていうと、ちょっと原価率高いのは豆多めに仕入れちゃったからっていうのもあるんで、先月10月9月確か原価率それなりに低かったんで、その分まとめて豆買ってます。なのでもうちょっと利益出せたよなっていう気はするんですが、しょうがないですね。本当お祭り頼りの1ヶ月だったので、利上げ的にももうちょっとね、
他の土日とかが売れてくれればなっていう気はしてます。で、あと11月何があったかっていうと、うちで普段使っているレジのエアレジっていうのがあるんですけど、それがですね、11月からなんか部門売りに対応っていうか今までしてなかったんだと思ったんですけど、部門売りのデータを取れるようになったんで、うち9月ぐらいから書籍の販売を始めてるんですが、ちょっと書籍は一冊一冊登録するのは無理なので、この部門売りの仕組みを使って本の売上のデータを取れるようになりました。で、実際じゃあ11月本どれぐらい売れたのかっていうと、どこだ、ちょうどプリントが切れちゃってますね。ちょっと待ってくださいね。はい。11月は本が27冊売れました。で、金額にすると44,160円が、この売上のうち44,160円が本の売上です。で、うち本始めたんですけど、お店の片隅に本棚をいくつか設置してるだけなんで、この間本置いてある冊数を数えたら100冊ちょうどぐらいだったんですよ。100冊置いてる中の27冊が動いてたんで、まあ売り場の規模を考えれば結構回転は良かったんじゃないかなっていう気がしてて、意外と本売れるなっていうのは、実感としてありますので、その次の月12月もそこそこ売れてたんで、まあやってよかったなっていう気はしてます。ただいかんせん本は粗利低いんで、そこまで利益に貢献するかというとそうでもないけど、まあ、コーヒーを飲みに来るきっかけの一つにもなるし、あとまだ数は少ないですけど本だけ見にいらっしゃるお客さんもちらほらいらっしゃるんで、まあ、そういう意味でも本はコーヒー屋さんとの相性はいいのかなというふうに感じました。なので今後も継続してやっていきますし、自分もね改めて本の販売始めてみると、いろいろ新しく出てる本とかの情報をネットとかで調べるようになりまして、やっぱりね読んでないだけで興味深い本たくさんあるなというふうに思ってるので、まあ、そういう本を自分で紹介したい本、読みたい本っていうのを仕入れて、まあ、しっかり一回読んでおすすめポイントなんかをちゃんと自分の中で整理して販売していきたいなというふうに考えています。まあ、うちで売れるのはやっぱりコーヒー関連の本が一番売れます。で、例えば今結構図解のコーヒーの知識本って出てるんですよ。うちで置いてあるだけで4種類ぐらい置いてるんですけど、そういう本がまず売れるのと、あとはコーヒーの中でもなんか哲学寄りというか、うちのお店で置いてるやつだと大坊コーヒーさんの本とか、あと、まあ、その手の本ですね、そういう本、エッセイ的なコーヒー本っていうのも売れます。その辺が中心ですね。あとコーヒー以外の本だと社会学、僕が街づくりとか社会学結構興味あるんで社会学の本を多めに置いてるんですけど、全然コーヒー関係ないんですけど、その辺もよく動いてますね。うち小説とかがあんまりないんで、今後ちょっと小説とかも力入れたいなとは思ってるんですが、あんまり置く場所がないんでそんなにやれないんですけど、もうちょっと本のバリエーションは増やしていってもいいのかなというふうに考えています。のでそちらも楽しみというか、お客さんにとって一つのうちのお店を選ぶ選択肢、ポイントの一つになってくれればいいなというふうに考えています。11月はそんなとこですかね。まあ
お祭りに助けられた1ヶ月という感じです。というわけで、2022年11月の収支報告は以上になります。今回もご視聴ありがとうございました。